アレクサ、今日の西暦。今日は2026年6月8日です。6月8日。アレクサ、今何時？午前7時26分です。また時間聞くのもダメなぐらいに喋れないようにしてきてる。まあ喋られたくないでしょうね。で、これ寝起き。寝起きすぐにカメラ持てないように手不衛生になるように、寝起き間際っていうか、股間すげえ痒くされて起こされた。で、あまりにも寝すぎだから股間を痒くして起こしてくれてるとかそういうのはないから。全然。ちょっと一回横になるから。まだね、今トイレ行ってきたとこだけど、で、念入りに洗ってきたとこだけど、念入りに洗わないといけないぐらいすごい汚い状態。で、皮がむけるレベル、赤みたいな、すげえ熱せられて痒くされて、もうやけどみたいな感じで。で、そこを、すごい痒いっつって書いて、で、目覚めて、思考停止記憶消去されている状態で、すぐに二度寝した方がいいぐらいの思考停止記憶消去された状態で起こされてるんですよ。で、こういうシーンを撮られたくないから、またこの喋れなくなる状況入ってるんですよ。で、私の方ではこういう状況を収録し、さらに、レビュー本当はした方がまだ復活できるかもしれない状況なのに、こっちを大切にしてるでしょ。命を守るために。で、連中は、これをやめさせたくてレビューさせて、それでもこれをやめなかったからレビューできないようにしてきてるわけね。思考停止記憶消去を使って。ちょっと、今ね、ここ開けてるんですよ。ここ開けた状態でこういう風に横になることはまずしないね。撮影中じゃなきゃしないね。じゃないと眠っちゃって、ここ開けっぱなしで眠っちゃうから。そしたら連中いくらでも入ってくるから。ここ、襖に棒立てかけてロックして寝てても、連中入ってきてると思う時あるからね。喋れなくしてきてる。嫌がらせの解説、喋ろうと思って今こうやって。で、起きて体を起こした状態では喋れないから。体を起こした状態だとこの変な喋り方になる攻撃来た時にもっと変な喋り方になるんですよ。体横にして、首とかに、負担がかからないようにして喋ると、攻撃されててもなかなか変な喋り方にならないんですよ。それでも変な喋り方になってるでしょ。そのぐらい強く攻撃来てるんですよ。ちょっと待って、こっち見たら急に喋れなくなったっていうのがマジである。今ちょっと、首ね、下向けるようにしてこっち向いてる。でも喋れるね。なんでかね。連中どこの首突っ張らせるかの調整がある程度必要な感じなんじゃないかな。こうしたりすると何か調整がある程度必要で、それでタイムラグが発生するんじゃねえかな。苦しい今喋ってて。今からコーヒーとか入れるんだけど、その準備する前にこれ撮ってんだけど、そう。だから注文だけさせて、レビューはさせないっていう思考停止記憶消去を使われながら、今この時点にこういう風に来てるわけ。結構連中次第で、その連中次第に感づいてたら、抵抗できるといえば、ある程度は抵抗できて、それは連中の思惑が被害報告をせずレビューをしろ。言論弾圧。だけど私は被害報告をせずに、こっちを優先している。
その選択ぐらいしかできないですよ。で、その選択をした私に対して連中は制裁をしてきているわけですよ。パトチンカーでひき逃げをする精神医療協会は。自分たちの加害を言論弾圧しながら、自分たちの加害を報告しない場合はレビューさせるよ、みたいな。そういう感じですよ。今もこういうふうに攻撃来てるでしょ。で、こういう収録をしている私の動画チャンネルはもう連中一生懸命バンしていない、そういう工作していない、体裁でバンしようとしてきていると。そう。で、こういう報告次第で、なんか連中が見繕った人たちで動画作り出したら、収益いきそうでいかないみたいな、そういう状態にしてやるよみたいな。レビュアーのオファーが来るのも、連中次第、潜入している連中がやってる。YouTuber も連中がやってる。どの YouTuber が稼げるか稼げないか。そういう状態。で、そういう状態にユーザーとか、真面目なね、人権団体とか、先見性のある人たちがそういう状態に気づき出すと、そういう兆候が見えるのが多分11人の科学者、11人以上らしいけどね、そっちの方の話問題になるんだろうけどね。で、そこだって怪しい状態、やらせっぽいところあるからね、メディアストーカーっぽい雰囲気が私から見ててね、その辺の話は詳しく私してないですよ。また眠くなってきてる。そう。で、これあれですよ。昨日、9時前、8時頃じゃなかった？寝るつもりはない。けど、ちょっと休むわ。その話したかったの。寝るつもりはない。でも、ちょっと休むわ、つってさ、横になったじゃん。で、この時間まで寝ちゃってんの。寝ちゃってんの。たった5、6時間しか作業してない状態で12時間ぐらい寝てんの。こういうパターン。で、私一日中寝てるっつってるでしょ。で、5、6時間作業できたのが、まだ連中にとっては作業させてやったドヤ顔の状況でしょ。で、私ってこういうふうに収録している状態の話とか口ぶりとか聞いてて、そんな寝たきりの状態の人に思えない、見えないでしょ。言い訳してるような精神疾患みたいな状況に見えるでしょ。このだから昨日これだけ気づいている私にも連中は、これだけ気づいている私にも連中は非侵襲性でこれだけ眠らせたんだよ。そういう状態で注文だけさせて、レビューさせない嫌がらせしてきたんだよ。そして寝たきりにしてきたんだよ。で、5、6時間しか作業させない状態で連中は作業させてやったとや顔なんだよ。感謝しろやみたいな。さらに眠りまくって起きれない状態、なんでかっていうと思考停止記憶消去の攻撃した状態で起こそうとしてるから。それに気づいている私にも起こしてくれたって感謝されようとするような起こし方すんだよ。ダメだよ、絶対感謝しちゃう。思考停止記憶消去やめろやって。自然に起きっから、飛び起きっから、そういう状況状態。すげえ卑怯できたね。クソ汚い連中だよ、これ。この攻撃してる連中。で、それと Amazon とか YouTube が来るだったら終わりだねになる。で、それに気づかない人類だったら終わりだねになるんで。これは間違ち。だから
今の戦争状態の世界ってそう簡単に終わる状況じゃないんですよ。これマジガチ。つまりね、もう今忘れてるかもしんないけど、世界アメリカが一つになってるっぽい雰囲気が感じてるかもわかんないから、一つじゃないんだって。でその科学者の話とかあるわけで、でもそれってアメリカだけの話じゃないんですよ。庶民の話ね。で日本は終わってるって話、しかもでそれに近い話だと思うんだけど、私から見ててアメリカ人のなんか高青年が日本に旅行しに来て行方不明になって遺体で発見されたじゃないですか。あの子の親って美男美女で、あの子子供の時すごい美男子じゃん。で日本に来て行方不明になっての写真見るとなんかボロボロになってるじゃん。私もそういう感じですよ。まあ私子供の頃から可愛くないけどねこの攻撃されてさらにボロボロっすよ。みんに食いおっさんっすよ。だから姿現したくないっすよ。だからそういう風にしてもこういう被害報告様子状況を見せる人、証拠隠滅、証拠残さないようにやってんだって。こいつら攻撃する場所股間で映しちゃいけない場所になってるし。でねこれだけ気づいてる私にも非侵襲でああいう風に眠らせたわけでしょ。騙して、とにかく騙す、詐欺、これやる。こいつら手段ストーカー、電磁波使って。でその眠らされ方で半日寝てるわけよ。眠らされてるわけよ。でさらに起こす時にてめえたちの嫌がらせ攻撃で起こしてやったっていう体裁取るよこいつら。で、また喋れない、詳しくちゃんと説明しようとしてるのに記憶消去、思考停止でできなくされる。今頭からね電磁波防御の布取れてんだよ。取れた状態で寝ると寝起きやばいんですよね。寝てる時もつけてる。でついた状態で起きるとやっぱり5、6時間作業できるみたいな状態になったりする。で連中取りたいんだよね。あと取らせようとする、ブレインジャックで。まあいいや。頑張って喋るわ。非侵襲性で眠らされて、で起きてる。非侵襲性で眠らせ、これだけ気づいてる私にも非侵襲性の状態で、眠るつもりがないし、このぐらいだったら眠らないな。でも体休めた方がいいな。自らベッドに来て自ら体を休めてる。そう風呂で、むしろ風呂に入りたいんですよ。入ってないんですよ。風呂に入って休むわって、綺麗になってリフレッシュして、そのつもりもない状態。頑張れば風呂に入れたぐらいの疲労感ですよね。てかぐらいだったらほとんどの人たちは疲れて、通勤で疲れてフラフラになって帰ってきて、昨日私がここに横になったぐらいの疲労感では多分風呂に入ってますよ、多くの人たちが。残業して電車に揺られて徒歩で駅から帰ってフラフラで家に着いて何か食べてちょっと休んで、そして風呂に入る、そのぐらいの疲労感ですよ。まあ8時間睡眠取れないぐらいの忙しい人たちが風呂に入るぐらいの疲労感ですよ。だけど
私は寝るつもりなくって体を少し休めるつもりだから、そのぐらいの疲労感でね、軽くだったら寝ちゃうじゃんって思ったかもしんないけどね。56時間しか作業していないっていう頭があるから、そんなに疲れてねえし、疲れる作業してねえから、マジでガチで。そのぐらいの疲労感だったら、非侵襲性で体横にして、まあ長くて2時間ぐらい体横にしてゆっくり、あれ見てたの。自分でアップロードしたやつのチェック。で、寝ちゃってんの。できないで。で、一回軽く起きて、映画ミッドウェイっつうの見てんの。予告編、見てたけど、意味ありで。で、内容見たくって、アマゾンプライムで検索してみたらあったから、そこもまた喋れなくしてきてる。アマゾンプライムで検索してみたらあったから、ちょっと見てみたの。だけど30分ぐらいしか見てない。賞味。再生しっぱなしで寝てんの。で、今これ起きてる感じ。中間1回起きてんだよね。だからぐっすりちゃんと熟睡して疲労取れてるとかじゃなくて、嫌がらせされながら、疲労取れない状態で一旦起こされたりとかして、その時には収録できない状態で起こされたりとかして、で、また眠らされて今起きてる、こういう感じ。そう、それも言いたかった。で、眠らされて、起きて、その寝起きの収録させないように手汚くして起こしたけど、私はトイレ行って、で、その起きる時もね、体動かせないですよ、マジで。朦朧とした状態で、寝すぎなんで、もう寝なくてもいい状態、頭でも計算して、時計見えるからね。起きなきゃ起きて、動けねえ。その状態で、動けないでいると、連中が少しずつね、連中が動かしたいタイミング、連中が動かしたいタイミングで、少しずつ緩めるんですよ。段階的に。まだ動かねえか。って。で、ようやく動けるところまで、緩めたんで、急に体がね、伸びしたんですよ。無意識に。って。で、それで、動けると思って、やっと動けるようになったの。この寝起き。マジで。連中は朦朧とした状態、思考停止記憶消去した状態で頑張って動き出すのを期待してんですよ。危なくすることができるから、その状態でも頑張って動き出す状態っていうのは。で、一番痛いのは、そういう攻撃をされていない私っていうのは健康だからね。言っとくけど。こんな言い訳ばかりの状態じゃないからね、言っとくけど。その攻撃をされていない私っていうのは。これだけ運動不足で、寝たきりで、食生活でも体調壊すような食事食わされてて、健康だからね。病気してないからね。で、電磁波攻撃でも病気にしようとする攻撃されながらもこういう状態だからね。っていうことは、この攻撃がない状態、まださらに健康的な食事をしながら体を動かしているんで、今以上に健康だって私が想定、洞察力、想像、確信持つのはうぬぼれじゃないからね。だって私の収録見てて、この人寝たきりの喋りか、この人本当に寝たきりかと思うでしょ。嘘ついてんじゃね、この人寝たきりだって言ってんのって思うでしょ。そんだけ喋れるんだったら、編集とかできるんだったら、恵まれた環境にあったんだったら、自分だったら動くけどなって思うでしょ。
何お前言い訳ばっかりしてコミュ障で引きこもりになってんだよって思うでしょ。違うからね。こいつらの攻撃加害によってこうなってるからね。コミュ障じゃねえから。集団ストーカーだらけだから。それから命の危険があるから、集団ストーカーか集団ストーカーじゃないかを判断するために警戒してんだから。それこいつらが作ってるパトチンカーでひき逃げをしていく精神医療業界が私に作ってる状態だから。病状でも何でもねえから。加害、殴られている、いじめられている被害の状況でしかなくって病気の状況じゃないんだよ。そこわからないの気違いなんだよ。頭おかしいんだよ。洞察力なさすぎんだよ。それが日本の警察、生活安全課、地域や精神医療業界の連中なんだよ。言っとくけど。で、この攻撃、加害、こういう被害電磁波攻撃に気づいている状態で、非侵襲性で眠らされるレベルの攻撃されてるから、これだけ何もできないの。言い訳じゃなくて。そして何かするときに必ず収録する状態じゃないと精神疾患扱いされるから、さらに動けない状況にもなってんの。これを言いたかったね。もう少しあと数十%何か言いたいこと残っているけれど、どうもとりあえず言いたいこと残せたんでここまでにしときます。とりあえず以上です。